はいどうも、新田勝と申します。本日はこちら、30 Minutes Missions よりアーマードコア6のライガーテイルを塗装していきます。まず素組みのキットを見てみましょう。すごいがっちりとしたプロポーションですね。同シリーズのスティールヘイズと同じように、モールドなど細かいディティールがしっかりと施されています。特徴的な4脚、そして8つ目のヘッドパーツは完全再現。右腕の巨大ガトリングや炸裂弾投射機も作中と全く違和感がありません。武器がグレー一色で成形されているのはスティールヘイズと同様。タクシュへの武器の乗せ替えなどのプレイバリューを確保するためには致し方なしです。今回はこちらをキャンディー塗装やメタリック塗装でギラギラに仕上げていこうと思います。では早速作業に入っていきましょう。まずは全てのゲート跡を処理していきます。今回から CS ヤスリの800番と1000番を使って処理をしています。このヤスリは切削力がとても高く、800番でも素早くゲート跡などを処理することができます。非常に時短になるので、これからもどんどん使っていこうと思います。脚部の目立つ合わせ目を段落ちモールドで処理します。0.3mm の BMC ダンモで数回なぞってあげるだけで、綺麗に段落ちモールドを作ることができます。真正面からちょっとずれてしまいますが、定規でも使わないとわからないので気にせずやってしまいましょう。段落ちモールドを彫ったら、通常のタガネで軽くなぞって底を整えます。最後に細かいディティールごと面処理をします。240番の金属ヤスリで一気に削った後、1000番までヤスリをかけて表面を整えていきます。こんな感じで OK。若干ディティールが消えてしまいましたが、段落ちモールドがあるので情報量は減っていないはず。ガトリングの吸弾ベルトが TPE 素材で塗装しづらそうだったので、プラ板で作ってしまいます。幅 4mm、厚さ 0.5mm と 1mm のプラ板を利用します。これを組み合わせて2つの穴が開いたパーツをたくさん作っていきます。内部構造はこんな感じで 0.3mm の真鍮線が通るようにしておきます。これを複数つなげることで自由自在に曲がるベルトを作ることができます。最後に真鍮線を2本通して作成完了と思ったのですが、完成品を撮影し忘れてしまいました。というわけで塗装後のものをお見せいたします。いい感じにケレン味が出たんじゃないでしょうか。では塗装に入っていきましょう。下地としてガイアカラーの EX ブラックを全てのパーツに塗装します。黒を下地にすることで光が通らなくなり、金属のような重厚感のある仕上がりになります。いろんな下地を試しましたが、やはりメタリックには黒下地一択ですね。装甲の緑の部分を塗装していきます。まずクレオスの GX メタルレッドを使ってキャンディー塗装の下地を作ります。緑なのに赤が下地と思うかもしれませんが、下地に赤を使ったキャンディーグリーンは深みのあるいい色に仕上がってくれます。塗り終わったものがこちらです。とてもキメが細かい綺麗なメタリックになっていますね。色は赤っていうかシャーザクの赤って感じの色です。その上からクレオスの GX ピーコッククリアグリーンを塗装していきます。モールドなどが多いので塗料がしっかりと行き渡るように塗装します。さすがに一度で塗装するとダメそうなので、ちょっとずつ2回3回に分けて塗装していきます。塗り終わったものがこちらです。下地にレッドを使ったおかげで深いキャンディーグリーンになってくれました。重厚感たっぷりです。装甲のブルーの部分を塗装します。キャンディー塗装の下地に GX ブラックメタルを塗っていきます。先ほど塗った EX ブラックが白くなっていますが、塗装していけば治るはずです。塗り終わった直後はこんな感じ。白くなっている部分も若干治っています。次に GX ディープクリアブルーを塗っていきます。ディープクリアブルーはもともと濃いめのブルーですが、下地をメタルブラックにすることでさらに深みのあるブルーになってくれます。塗り終わったものがこちら。ネイビーに近い濃いブルーになってくれました。塗りムラがありますが、まあ許容範囲かなって感じです。関節などのパーツを塗装します。ガイアカラーのスターブライトアイアンで重厚感のあるメタリックに仕上げます。今回はキャンディー塗装の下地としてクレオスの GX メタルカラーを対応しているのですが、やはりフレームや関節などはスターブライトアイアンが一番です。塗装を塗っていきます。まずはクレオスの GX メタルブラックで塗装します。これ全体に塗装しているんですが、この後塗り分けをするので、その部分だけ塗ればよかったなぁと動画を編集している時に気づきました。なんで全体を塗ってしまったんでしょうか。次に赤くする部分にボーンペイントのコンククリアレッドを塗っていきます。
コンククリアレッドはもともと濃い塗料なので同ブランドのフルグロスクリアで割って使っています。塗り終わったものがこちらです。下地のメタルブラックのおかげで一段暗い思った通りの赤色になってくれました。赤く塗った部分をマスキングして下地に EX ブラック、その上に GX メタルブラックを塗装していきます。マスキングの方法はいろいろあるのですが、自分は塗った部分をマスキングして最後に全体の色を塗る方がなんとなく楽な気がします。頭部の目の部分を塗装していきます。まずはクレオスの GX メタルレッドでキャンディー塗装の下地を作っていきます。赤さを強く出すために下地をカラーメタリックにしています。同系色であれば発色が早いので塗装も楽になります。その上からボーンペイントのコンククリアレッドを塗っていきます。蛍光塗料を使うことも考えたのですが、いい感じの色に発光する蛍光塗料がなかったので、今回は通常のキャンディー塗装にしてみました。丸いマスキングシートで目だけマスキングして周囲を塗装していきます。ここは他の緑色の部分と同じく下地の GX メタルレッドの上から GX クリアピーコックグリーンを塗装していきます。最後に全てのパーツにガイアカラーの EX クリアでクリアコートをして光沢を出します。最近は研ぎ出しをしないことも多いので、クリアコートだけでしっかり光沢と反射を出すようにしています。これで塗装は完了です。では最後の組み立てに入っていきましょう。今回は作業中にエアブラシがめちゃくちゃ不調になってしまい、原因調査などに時間がかかりました。原因はエアブラシのアジャスト調節ネジが締まりすぎており、エアよりも前に塗料が出る状態になってしまっていたことでした。皆さんもメンテナンスをする際はどこをいじったのか忘れないようにしましょう。今回も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。感想等のコメント、チャンネル登録や高評価などもお待ちしております。他にもプラモ制作動画を上げておりますので、そちらも何卒よろしくお願いいたします。それでは完成したライガーテイルをご覧ください。